Hello! 昨日ほどテンション高くないリリーです。今日はちょっと疲れちゃったかな。でも大丈夫。今日も動画撮りたいと思って撮ってます。今日はよく聞かれる質問について話したいなと思ってて、いつも日本好き？アメリカ好き？どっちがいいの？とかってもう子供の頃から聞かれてて、今も聞かれるんだけど、そうだね。どっちなんだろうね。どっちもいいところもあるし、どっちも悪いところもある。例えば日本だったら、どんなに頑張っても目立つから、買い物行く時とか、必ず店の人が、外人がいるのを意識してるの。まあしばらく、今田舎に住んでるんだけど、育ちもに田舎なんだけど、都会に住んでることもあって、その頃は3、4年か、3年ぐらい住んでて、その頃も関係なく、もちろん田舎ほどじゃなかったんだけど、その意識されてる感じが常にあった。どんなに街中でも外人がいても、例えば京都行ったとしても、外人がいる、外人がいるっていうのは全然ね、もう外人なんだからもうしょうがないと思ってるし、全然慣れてんだけど、それがたまにストレスになることはある、正直。だからもうどっちかっていうと、もう外にあんまり出ないタイプで、ちょっと引きこもり。山にはよく入ってる。田舎行ったりとかさ、田舎の誰もいないような感じ、もうど田舎とかが好き。海とかね、誰もいない海辺だったら行くけど、普通のビーチとかだったら行きたくない。でもそれが面白いのが、海外行っても同じかなって思ったら、海外に1年ぐらい住んだの。その時にみんな見た目一緒だし、最初はなんか変に気使ってなんかまた見られてるのかなみたいな感じで言ったけど、なんかもう1週間ぐらい経ったら、もう本当に目立たなさすぎて、なんか安心して買い物とか行けるようになった。で帰ってきたらまたやっぱちょっと店に行けなくなったりとかして、なんか最近さオンラインとかでいろいろ買えるじゃん。もう本当に買い物行かないで食べ物とか野菜もほぼ全部家族で作ってるから、じゃがいもが作れなかった時はじゃがいもをインターネットで購入したりとかするから、もう本当お店行かなくていいのだから別に外行きたくないわけじゃないんだけど、外人だっていう風に見られたくない。でもちろん目立つから話しかけられたりとかっていうのもある。全然話しかけてほしいし、全然それはいいんだけど、やっぱね、セレブじゃないよ。でもそのセレブ感覚、常に見られてる感じは本当に疲れる。だからそっちは海外の方が好き。海外に住んでる方が楽。でも逆に日本だったら何がいいかな。アメリカだったら怖いよね。夜一人で絶対歩かない。どんなに田舎でも、例えば真昼でも誰も住んでない道とか、正直絶対一人で歩きたくない。もちろん超でかいグリズリーとかもいるのは怖いんだけど、それよりもちょっと海外のみんな銃持ってるし、私はアメリカに住んだら絶対銃持つよ。もう当たり前。もう一人で歩きたくないから。ただそういう文化に慣れてないから、がたいい人もさ、日本正直そんなにいないじゃん。いる人はいるよ。だけどめっちゃみんな背が高くて、みんな筋肉もりもり筋肉もりもりっていうのもりもりで、なんかそういう人も少ないから日本の方が外に夜中でも普通に散歩一人で行くし、なんか誰かに襲われたとしても正直結構でかいのね。背も高いし横幅もあるし、筋肉も肉もあるので、全然なんだろう、大丈夫っていう気持ちはあるから、安全面で言うと絶対日本がいい。そうだね。大きいのは2つだね。風景とかだったらもうどっちも好きなとこもあるし、基本あんま街とか好きじゃないから別に気にしてない。田舎だったら嫌いな人が少ないようなとこだったらどっちも好きだし、
なんだろうね。まあ仕事の面で考えたら日本、今まで、そうね、主に英会話の先生をやってきたから、海外でもできるけど、移住者も多いから、でもこっちの方がなんか生活しやすいっていうのはあるかな。でも日本の方が絶対気使う感じ。あとこうなかなかこう、大きい夢持ってて、私と家族はその完全に自給自足をして完全に自分の食べ物も全部その土地の中で作って自然にもいい生活をがしたいのね。もうベースが自然にいい生活でこうプラスチックも絶対使わない、おトイレもコンポストトイレっていうなんかやつとかを使いたくて、家も絶対自分で建てたいの。建てられないよ。でもそれでもそこはアメリカンだよね。アメリカ人はもう自分たちで自分のとこ完全に切り開いて家を建てたりするのは普通なんだけど、日本はそれ全然ないから、そういう話をしだしたりとか、そういう土地を探した時にすごい壁にぶつかっちゃうし、それがすごい最近感じることかな。その自分の夢がちょっとこうでかすぎるっていうか、なんかこう形が違う日本人のこうライフスタイルに合わないところがあるのかなって感じだから、結局どこに行っても海外行ってもフィットしないし、こっちにいてもフィットしないし、もしあなたもその居場所っていうのがなかったらどうぞ仲良くしましょう。私も同じだからその気持ちはわかる。そんな感じ。長いね。なんか特にね意味のあるようなことは喋ってないかもしれないけど、そういう感じです。ウィー今日は全然テンション上がらん。anyway、とりあえずこれから英語のレッスンとかもあるので、また明日 See you tomorrow! Bye!